どうも、ベトナム在住の浮津です。前回ね、穴開けしたんですが、失敗してしまいました。前回ね、ここに刺さってたボルトを外すためにね、穴開けたんですけどね、穴が随分ずれちゃって、こっち側、貫通しちゃったんですよ。掃除しててね、気がつきました。今の写真でね、ここがずれてるのとこっちに貫通してるのとね、映ったんじゃないのかな。小さなドリルで穴開けた時にね、それなりにまっすぐになってると思ってたんですが、もうかなり歪んでたんですよ。途中でね、何度もチェックするべきでしたね。このクランクケースはね、こっち側が割れてて、溶接修理に出すつもりをしてたんで、ここもね、一緒に溶接で、アルミ溶接で塞いでもらいます。ただね、これだけ傾いてる関係で、左側、向こう側ね、まだネジが、ボルトがね、残ってるはずなんで、それをちょっとね、削ってでも取り出しておいた方がいいと思うんで、ちょっと今からその作業をやっていきます。ここ直すのにね、私ちょっとリューターを買ってきました。うまく映ってないのかな。以前からね、ちっちゃいリューターが欲しかったんですけどなくって、ただこれがね、なんか延長で、これの先にビットつければうまく削れそうなんでね、ちょっとこいつを使ってやってみます。取り付けしたんでね、これでちょっと細かい作業できると思うんで、この下側ね、削っていきたいと思います。いやー、よく見たら案外ずれてるよね先が抜けてきた。締め込みがうまくできないんだな、こいつは。なんか変な仕組みなんですよ。ここでね、ロックして、締めていきゃいいんだけど、ワイヤーが長いんでね、回ってっちゃうんですよ。どうするかい。こうやって押すしかしょうがないよね。で、これが締めれないんだ。軸をつかめばいいのかな。まあちょっとずつね、慎重にやっていきます。やばい先が抜けてくるのよ、こいつ。どうやって固定しようかな。さっきの持ちやすくてよかったんですけどね、結局直接つけました。さあどうだい。いけたいけた。剥がれたよ。残ってるね、ネジ取り出せました。いや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 、もうね、とんでもないことやらかしたもんだ。ボルトのね、残りが取れたんで、今はちゃんとね、まっすぐにも穴があります。カメラじゃうまく映らんかな。昨日じゃないや、あれはおとついか。穴開けたのおとついだったんですけどね、どれだけずれたかがね、よくわかりますよ。まあまあこの状態でね、
外してというか、アルミのぬくもり溶接に持っていくんですけどね、その前にちょっとこいつをきれいにしなきゃいけないし、こっち側のスタッドボルトも外さなきゃいけないんだな。ここのねスタッドボルトはちょっとダブルナットで外していくんですが、その前にこいつ、さっきね閉めれない言ってましたけど、セットの中見たらちゃんとねここに刺す棒が入ってました。これでね開け閉めできるんですよ。ちゃんと見なきゃダメですね。本当にね、なんか最近というか日本に一時帰国してた時、その前からでもあるんだけど、注意不足なことが多すぎてね、もうちょっと慎重にやらなきゃいけないですよね。特にこれなんてね、私の持ち物じゃないですからね、友達のエンジンですからね、いくらベトナムで直せるとはいえ、もうちょっとしっかり確認しなきゃダメでした。で、ダブルナットにして緩まんか。どうしよっかな。ダブルというかトリプルぐらいにしちゃっていいんじゃないかい。トリプルならいけるやろ。トリプルナット無理かな。いったんじゃない？いったね。とりあえず外せました。ちなみにここにね、なんか変な削れた跡があって、反対側もねあるんだけども、これが何かわかんないけど、ちょっとこれはもう一回使うのがいいんだろうな。もう一個はね動画にしないで外しておきます。スタッドボルトの方ね無事外せました。それでここのネジ山なんですけど、これねよく見てるとなんか潰れかけなのかなと思ったし、なんかバリとかあったんだけど、こいつねなんか溶接をしてるのか溶かしたのか、ネジ穴をね修正してるんですよ。でこいつは 12mm、12の 1.5 ですよね。一応ピッチも見よう合ってますね。ちょっとねここを掃除するだけでいける気がするんだな。あんまり無理に回すのは嫌だけどね。なんか硬さがあったのが傾いてんのなんか壊した後だからいろいろ怖いんだけど、ちょっとこうやって直しておきゃ。なんかこれネジ穴傾いてる気がするな。潤滑スプレー塗ろう。ちょっとスプレーねしときます。なんせもうこれ以上壊したら収集つかなくなりますよ。しかしなんでこんな硬いんだ。そりゃタップでこれだけ硬きゃネジがうまく締まらんよね。
これでいけるやろ。綺麗なんじゃないのかな。こうすればね、簡単にはまるわけですよ。いけたね。いやいやいや、それでそういえば、ここになんだっけ、もう名前忘れちゃった。スタッドボルトじゃないよ。なんだこれは、もう一個でかいやつか。これを使ってね、外しちゃうんだ。あれ、これはやばいやつだな。ニッパーで外そう。壊したくない。ここを外すのに、これ内側に曲がってるからうまくいかなかったのね。ちょっとこいつも刺して、これ入れて、どうしようかな。なんか動く感じじゃないぞ。いったまたまた。こいつはなんか変形もしてるから新しいの買った方がいいんだろうな。それであとはもうガスケットを取るだけでいいんじゃないの。なんか随分張り付いてるなというか、液体ガスケット塗ってあるんだもんな。こっち側はそれなりに浮いてたんだ。そうだね。こっちは簡単にいけた。今日ちょっとね、あんまり時間がなくって、ガスケットはね、後で動画なしで、撮っておくんですけども、ここのね、こっちが潰しちゃったやつですが、こっちはまともなんでね、ここにだけね、この、なんだネジ山修正キットになるのかな。まあリコイルみたいなやつ、安物ですけどね、これをねつけて今日は終わりにしようと思います。長さがこれは別に奥まで入れる必要ないんだな。一応印はつけるけど、なんせこれが入るところまでねじ切りゃいいんだ。この長さですね。なんぼだ、半分ぐらいか。ちょっとこれをねじ切っていくんだが、まっすぐ切らなきゃダメだよね。こうやって潤滑スプレー塗りながらいこう。一回カスは出そうか。慎重にいかないとね、もう私のじゃないんですよ。これぐらい切っときゃいいんじゃない？入るでしょう。で、
中は綺麗ね。それでこいつをねじ込むんだ。でこいつを折る。ちゃんとね破片が出てきたんで、これでいいんじゃないかな。 OK ですね。じゃあ次回ちょっとねこれの洗浄をしてからね、加工屋さんにねこいつを持っていくようにします。なんで今日はここまでです。それではまた。